はいどうも。タミヤの零式環状戦闘機。前回は基本塗装まで完了しました。今回はデカールを貼ってウェザリングをして模型を完成させたいと思います。特にタミヤのデカールは苦手ですからね。そんなひどい。どうしてこんなことになってしまったんだ。はい、後から見返したら力入れすぎですね。もっと力を抜かなきゃダメですね。どうもタミヤのデカールは苦手です。日本の国籍マークが赤丸一色で本当に良かった。仕方ないので塗装でなんとか修正していきます。直接赤を塗っても大丈夫そうな気もしますが、赤は発色しにくいので、白を下地に塗ってから赤を塗りました。まあ厚塗りになってしまったけど、仕方ないですね。セーフ。これならいいや。アメリカ国籍だったら死んでいたところでした。プロペラにも黄色いラインが入ってて、デカールで表現できるんですが、もう見せる気しかしなかったので、初めから塗ることにしました。ここのデカール難しくないですか？ライン太かったかしら。まあ、これでいいか。よし。では改めてデカール貼っていきます。慎重に、ゆっくりと、気合い入れて脱力します。ここの国籍マーク、印刷のズレなのか、上の方が白くなってるんですよね。修正しなかったんですが、直しておけばよかったかな。映像で見ると気になりますね。こういう細いラインのデカールは、貼るときに結局ふにゃふにゃになっちゃうので、最初からマスキングして塗った方が綺麗にできそうな気がしますね。完成。今回もまたデカール失敗おじさんでしたが、結果オーライですかね。綺麗にできました。では、ウェザリングの工程に入りましょうね。まずは、ジッピングで塗装ハゲを作っていきましょうね。ジッピングは2段階に分けていて、まずは塗った基本色に白を混ぜて薄い色を作って、それをスポンジポンポンしていきます。
プロペラにも同じことをします。機体底面も同じですね。白を混ぜた薄い色を作ってポンポンしていきます。スポンジでは入れにくい平面には直接筆で描きます。こんなもんでいいですかね。で、その上に銀色でさらにチッピングしていきます。紫外線で劣化した塗装と塗装が剥げてしまった部分を作ろうってことですね。実際こんな風に劣化していくのかはわかりませんが、情報量が増えていい感じに見えます。黒い部分にこれをやると黒くなるので、黒い部分はシルバーを直接いきます。ところどころ塗料がべちょっとついているところがあるので、塗装はげに見えないところがありますね。もっと塗料を拭ってからポンポンするようにしないといけませんね。あとスポンジに頼るのもやりすぎてしまう原因かもしれません。ちょっとやったら、あとは筆で描いた方がいい結果になる気がします。次の工程に行く前に、完全に忘れていた細かいパーツをつけておきます。
はこんな感じですね。1月頃に新しく、クレオスから発売された、水性のウェザリング用塗料。こいつを手に入れたので、次のウォッシュなどの作業は、全部、この塗料でやっていきます。箱の裏に、この塗料を使った見本が掲載されています。うまく扱えば、こういうことはちゃんとできると、おお、いいですね。それと専用の薄め液も用意しました。水性なんで、全部水でも、何も問題ないそうなんですが、初めての塗料なので、一応使っておきます。水だと弾きそうですしね。このチューブ、小学校の時の絵の具を思い出しますね。まずは、機体の表面の緑にのせるので、ベージュをのせていきましょうかね。初めて使う塗料で勝手がわからないので、エナメル塗料でやってた時と同じやり方で、薄く希釈して、全体に塗っていってみます。機体の底面は薄い色なので、アンバーを塗っていってみましょうか。さっきよりも、さらにシャバシャバに希釈してみます。エナメル塗料でやってる時は、これぐらいの希釈でしたね。はい、では、そのまま1時間ほど乾燥させたら完全に乾きました。指でこすっても塗料は落ちないですね。でも、水でこすれば落ちると。そういうことですよね。おお、落ちる落ちる。いい感じに塗料も残りますね。ちょっと全体を拭いていきましょう。ちゃんとくすんでフィルターかかってますね。多めに希釈した裏側は、墨は入ってるんで問題ないですが、くすんでフィルターをかけるって意味ではいまいちですね。あんまりシャバシャバにしすぎない方が、好みの感じになりそうです。次は、雨だれやオイル汚れを描いていきましょうね。黒とサビ色とカーキを混ぜて、色を作ってやってみましょうか。そうそう、こんな感じで混ぜて、ドブみたいな色を作って、オイルが漏れそうなところに、シュッと一筆、線を入れます。排気口なんかはすで汚れ倒すでしょうから、黒で汚していきます。サビが浮きそうな気がするところは、オレンジ色を入れていきます。
泥やホコリがつきそうなところはカーキを入れてみたりとか。で、水をつけた筆で拭ってぼかしていくと、ほうほう、ああいいですね。で、問題はこっちですよ。さっき入れた線を水のついた筆で拭ってほぼ消えるぐらいまでぼかしていくと、うっすら線が残る感じでね。ああいいですね。この塗料、今までやってたやり方とほぼ変わらない感じでできますわ。希釈をしすぎない方が良いぐらいですね。これで、溶剤でプラが割れることもないし、全く匂いもしない。とても気に入りました。残りも全部拭っていきましょう。いい。すごくいいじゃないですか。最後に、黒で、ちょっとすす汚れを足していきましょうか。オッケー。じゃあ、最後にクリアを吹いて塗装は完成ですね。じゃ、組み立てて仕上げをしていきましょうね。画面ではわかりにくいですが、艶消しクリアを吹いてこんな感じですね。一番寒い日にスプレーを吹いたので、なんか、あまり艶消しにならなかった気がします。厳密に言うと、ラッカーのクリアなので、さっきの塗料も溶けてるんだとは思うんですが、スプレーを吹く程度では消えませんでしたので、問題なしですね。これからは、この塗料でウェザリングをしていく感じになりそうです。もうちょっといろんな色が出たら嬉しいなってところですね。キャノピーのマスキングも綺麗にできましたね。バッチリです。さて、最後の挑戦ですが、いつもは専用のワイヤーを使うんですが、よく伸ばしプラモーでやると言われますので、試しにやってみたいと思います。火で炙って、尿音としたら、しばらく止まる。こんな感じかな？で、これを接着していくと、はい、じゃあこれで完成ですね。
リギングはチート太かったですね。まあ72分の1でやったから、特にそう見えるのかもしれません。いろいろ初めての道具を使った割にはうまくできましたね。これで飛行機モデラーとして、チュートリアルはクリアでいいでしょう。なんか久しぶりに模型を完成させた気がしますが、いい感じにできてよかったです。最後までご視聴ありがとうございます。いいねやチャンネル登録をしていただけると、模型ばっか作ってても家族に言い訳できるのでとても助かります。ではまた次の動画で。